ハローハローハロー皆さん、こんにちは。ティンカスチャンネルへようこそ。Welcome back to my channel。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。はい、今回も予言の方をお送りしていきたいと思います。もちろんジョセフ・ティテルさんの予言なんですけれども、今回は彼が2024年3月30日に配信していた動画のご紹介になります。彼のタイトルを私が、独断と偏見で和訳をしたタイトルが出来事をサイキック予言、大きな変化が訪れるというタイトルの予言になっております。で、私の方では、ご紹介が thinkerschannel.com という私の個人ブログの方でブログナンバー137話目でお伝えをしています。で、このタイトルがさらなる感染予言、そしてドッカンもということで、ジョセフさんの予言ということで、感染予言が結構出てたよということをお伝えしている回になっております。動画では内容をかいつまんで私の方でですね、大事そうな予言というのをピックアップしてお届けしている要点をお届けしているんですけれども、フルバージョン知りたいよっていう方はこの thinkerschannel.com の137話目の方に行ってみてください。私のブログのリンクとジョセフさんの動画のリンクはこの動画の概要欄のところにリンクを貼っておきますので、皆さんご自由にチェックしてみてください。母なる地球はまず妊娠しているというような表現を最初にしていらっしゃいました。で、巷で結構有名になってきている話なんですけれども、2025年から7年の苦難が始まるとジョセフさんは予言しています。で、一番有名なインパクトがあるのは2025年日本がなくなるんじゃないかとか、2025年に何か大惨事が起きるんじゃないかとか、大困難が訪れるんじゃないか、特に7月5日っていうような予言も出てたりしますけれども、ちょっとね、私予言を結構聞いていて、ダイレクトに何日に起こるというふうにするのはかなり難しいと思うので、こうなったらですね、世界の動向を自分の直感などで感じて、それは自然とつながって、地球とつながって、宇宙とつながって、そういった直感能力というのを身につけて世界の動向を感じ取りながら、もういつ起こってもおかしくないんじゃないかなとか、そういう感覚もこうねあったりするじゃないですか。そういうのを兼ね備える能力をね、自分努力をしながら過ごしていく、とても大事な今時期なんじゃないかなと思って、予言ということで誰々が言ってたよっていうことではなくて、自分の中でちょっと感じられるように過ごしてみるというのもちょっと挑戦でいいんじゃないかなと私は思っています、個人的にね。で、ホピ族の予言というのを、やってました。やってましたというか、ジョセフさんがホピ族の予言という動画を3シリーズに分けてお送りしていたんですけれども、この動画の概要欄にリンク貼っておきますが、ジョセフさんが今回おっしゃってたのは、地球は現在妊娠しているようなものです。新しい地球を誕生させるため長い分娩期間を迎えようとしています。4月1日からそのエネルギーは発生し始め、2025年からの苦難につながっていくのですとおっしゃっておりました。で、もう7月になってしまっているので、だいぶもう3ヶ月以上ね、その分娩期間訪れている感じなんですけれども、このね、世界の流れが2025年からの苦難につながっていくから、ちょっと要注意してくださいということで、要注意と言いますか、アンテナを張り巡らせて感じてみてくださいというふうにおっしゃっておりましたので、とにかく陣痛のように地球にとっては痛みを賄う期間になるそうです。やっぱりね、分娩というのは、苦難苦痛というのがつきものですので、その苦しみを乗り越えた後に新しい地球が誕生するとジョセフさんは語ってました。ちなみに過去の予言などではジョセフさんは2032年ぐらいに新しい地球に生まれ変わるんじゃないかとおっしゃっておりました。複数の橋が崩壊するという予言も出てました、この時。
で去年ですかね、橋が崩壊するという予言をジョセフさんは何度かしてたんですけれども、残念なことにボルチモアのですね、橋が貨物船が衝突した衝撃で大破した事故っていうのは記憶に新しいと思うんですけれども、ジョセフさん曰くスピリット曰く橋の崩壊というのはインフラの不都合により今後起こると言っています。天候の変化や地震により橋が使えなくなることもあるようです。もう一度貨物船が衝突してしまうことが起きるようですとおっしゃっておりました。やはりね、そういったことがもう一回起こるというふうな予言なんですけれども、ちなみに過去の予言でサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジがなんか故障かダメージか何か起きるということで、ジョセフさんはその時に予言じゃないですけど予測としては壊れるのは地滑りとか地震によるものなんじゃないかなって言っていた時もありました。はい、過去の予言を今リンクの方にというかこの動画の概要欄の方にゴールデンゲートブリッジに関する予言のリンクを貼っておきますので、ご興味がある方は覗いてみてください。でちなみに港に衝突してくる船というビジョンも見たそうです。橋だけではなく高速で港に向かって船が衝突してくるというようなことが起こるとジョセフさんはおっしゃってました。ジョセフさん曰くクラッシュは日本の港のどこかで起こるのかもしれませんと、ちょっと日本をですね名指しで予言をしていらっしゃるんですけれども、まだ起きていないので幸い、ちょっとほっとしますけれども、ただこのね予言というのはジョセフさん曰く 2,3 年のうちに起こる場合もありますし、即時に起こる場合もあるということで、実際ね 2,3 年のうちいつ起こるかわからないとジョセフさんはおっしゃっているようなので、もしかしたら日本じゃないかもしれないですよね。アジア人というのをビジョンで見て他の国と勘違いしている場合もありますし、本当に日本ということを確証を得て言っているのかわからないですけれども、この時は日本のどこかの港とおっしゃっておりました。ニューマドリッド地帯が活発化の予言。1811年にマグニチュード8.9の地震がアメリカの中西部で起きたらしいんですけれども、ちょっと私はこの地震に関して知らなかったです。でそんな巨大な地震だったらしいんです。地震地帯で起きた地震だったんですけれども、ニューマドリッドのこの地震帯が活発化するとジョセフさんは予言を今回していらっしゃいました。ジョセフさん曰く2029年から2030年の間くらいにニューマドリッド地震地帯が揺れるでしょう。大地震はミシシッピ川を分断させるくらいの強さでしょうとおっしゃっておりました。ちなみにこのニューマドリッド地震帯のエリアなんですけれども、イリノイ州、ミズーリ州、アーカンソー州、ケンタッキー州、テネシー州、ミシシッピ州の、6つの州にまたがる活断層地帯で、ミシシッピ川に沿って伸びるものらしいです。なのでこれがものすごい勢いで揺れるとミシシッピ川が分裂するぐらいとジョセフさんは今回表現をしていらっしゃいました。テキサスで感染が広まる予言というのもありました。テキサスとフロリダ州というのは闇の組織の標的になっているとジョセフさんは以前より警鐘を鳴らしているわけなんですけれども、今回の配信ではテキサス州で感染騒ぎが起こるだろうと予言していました。ジョセフさん曰くこれは蚊から発生した感染か何かと思われますけれども、何か新しいバクテリアのようなものかもしれません。しかしこの感染のおかげで他の病気の治療に役立つ発見につながっていきますとおっしゃっておりました。マイナス面だけではなくて騒がれますけれども良い結果となるという予言です。そしてテキサス州ではもう一つ予言がありまして、飛び道具絡みの事件が発生するという予言をしておりました。ジョセフさん曰くショッピング街とか施設で起こってしまうようですとおっしゃっておりました。これもねいつ起こるかっていうのはわからないですし、先ほどの感染のこともいつ起こるのかっていうのはちょっとわからないですけれども、この3月30日の予言ではおっしゃっておりました。でまだ発生していないので
今後起こるかなっていう感じなんですけども、鳥インフルとかはね結構発生してきてますので、もしかしたらそれが蚊からなんかしたのかなとか、いろいろね、考察のしがいがあると思うんですけども、ちょっとね気になる方は調べてみてください。そしてもう一つのターゲット州フロリダ州に火の粉が上がるビジョンを見たという予言です。ジョセフさん曰く、ビジョンの中で私はフロリダのど真ん中の上空にいます。そこからオーランドの方向の海岸線に火柱が立っているのが見えます。ドッカンではないようです。突風が吹いていて火の手が広がり、人々が逃げ惑っています。バスで避難する団体もいるようなので、もしかしたらディズニーワールドとかそういったところにも影響が出ていたのかもしれませんと、この時おっしゃっておりました。これはまだね、これもまだ実現していないので幸い、今後ねどうなるかということでちょっと動向を見ていただきたいんですけれども、呪われた D ズニー社なんですけども、 D のズニー社に関しては過去にもジョセフさんはたくさん予言をしています。衰退の一途をたどっているということも過去に予言しています。ジョセフさん曰く、私のスピリットたちが教えてくれているのは D のズニー社は呪われているということです。まるで誰かが呪いをかけたような状態だと言っています。私的にはカルマだと思いますが、最近はアトラクションで機械のトラブルにより立ち往生するということも起きてますよね。どのようなことが起きて物議を醸すのかちょっと気になりますね。皆さん夢の国大好きな方たくさんいらっしゃいますので、平和にね長く続いてほしいんですけども、その傍ら闇の噂というのは絶えないこの D のズニー社なので、ちょっと動向が私は個人的には非常に気になります。そして2030年までに経営破綻するという予言が出てました。ジョセフさん曰く、前々からお伝えしているように D のズニー社はどんどん衰退していきます。2030年頃には破産申請をしているでしょう。その前にたくさんの裁判が待ち構えていることでしょうとおっしゃっておりました。要注意、要注目の3カ国があるよとジョセフさんはおっしゃってました。ジョセフさん曰く、中の国イ丸ん丸の中にはラ、そしてロの国、今戦をしている国ですね、この3カ国は協力し合っているようですが、ロの国は最終的には抜けるでしょう。しかし残り2カ国は世界のどこかの大々的なアタックを仕掛けてくるようですとおっしゃってました。これ一緒に仕掛けてくるのか、それぞれ各々仕掛けるのかちょっとわからないですけれども、そういったことをするでしょうと予言してまして、お米の国イングランド、フランス、そしてもう一カ国どこだかちょっと忘れちゃったんですけれども、もう一カ国どこかに仕掛けてくるとジョセフさんはこの時予言していらっしゃいました。その一カ国どこか気になるんですけれども、このね、お米の国イングランド、フランスが全部ね本当に起こるかどうかは予言なのでわからないですけれども、そういうふうにこの3月30日にはおっしゃってました。で、じゃあどんなアタックなのかということのお話なんですけども、ジョセフさん曰く、サイバーを使ったインフラへのアタックですとか、街角で飛び道具事件などというのを起こしたり、これはニューヨークとかシカゴ、LA などで起こりそうですとおっしゃってました。もしお米の国がアタックされた場合、台湾は警戒しなければなりません。その数時間以内にアタックされる可能性があるからですとおっしゃってました。ちょっとこれがどういうことなのか、私こういうエリア詳しくないのであれですけれども、そのお米の国へのアタックが何らかのQといいますか合図になってしまうんじゃないかという流れでつながっている、そういった飛び道具事件がもしかしたらつながっているかもしれないっていうことですよね。でもちょっと分かりにくいですよね。例えばこの間のね、ちょっとこれペンシルベニアだったんですけれども、元ねアメリカのリーダー DT 氏が撃たれましたよね。この時がもしそれに相応するということだったら、数時間以内に台湾がっていうことになっちゃうので、これはペンシルベニア州だったので予言にはなかったですけれども、そういうことが起こり得るということで、その元お米の国リーダーの DT 氏の件も
狙われるとは昔予言されていたので、その辺もですね過去の予言チェックしていただきたいと思います。興味があればなんですけども。で、こうしたアタックが起こりやすいのが8月10月11月らしいです。8月というともう来月なので、もう刻々とその予言の時期が迫ってきてるんですけども、必ずしもその時期に起こるとは限らないので、すぐ起こるかもしれないですし、比較的いつ起きてもおかしくないという状態で捉えていた方がいいと思います。ただ自分に巻き起こることではないので、そこまで心配の心を持つことっていうのは何にしてもですね良くないというふうに思いますので、あくまでも情報としてこうキャッチしていただくだけで、自分の波動をね低めないように高める努力を毎日していた方が良いかと思います。ちなみにさっきのちょっと感染騒ぎの予言に戻るんですけれども、アフリカ大陸のどこかですとかインドでは感染騒ぎが起こりそうですとおっしゃってました。で、特にアフリカ大陸のどこか、どの国かわからないですけれども、蚊に関わる、そのモスキートの蚊に関わる何かが広まるんじゃないかとジョセフさんは言っていた時もありますので、はい、ちょっと私思い出して皆さんにシェアさせていただきました。ここからはですね、過去に予言をしていたものというのをもう一回言っていたことがあります。例えば株式市場暴落の予言ですとか、仮想通貨暴落の予言、暗黒の影が DC を襲うビジョン、雷が議事堂を直撃するビジョン、劇場でのドッカンの予言、エジプトに起こる大問題、そして乗り物が武器と化す、停電やさまざまな封鎖に備えよというものとか、そのネットですとかテレビなどの電波が遮断されるという予言もあるから備えてくださいというお話をしてました。ちょっとこの辺あれですよね、気になりますよね。ちょっと見てみますね。そう、停電のみならずさまざまな不足に備えてくださいと前々からジョセフさんは皆さんに警鐘を鳴らしているんですけども、今回3月30日におっしゃってたのは、ジョセフさん曰く特にアメリカ東海岸にいらっしゃる方々は注意が必要です。スピリットが停電や不足に備えてくださいと警告しています。近々起こるであろう太陽フレアによりさらに不足が促進されてしまいそうですとおっしゃっておりました。とにかく太陽フレアというのはこの3月30日以降5月にですね大きなものが起きて、その時に耐えて大丈夫だったので大丈夫だとは思うんですけども、ただ今後まだね半年といいますか今年時間がありますので起こる可能性は非常にあると思います。で、今年という換算はあくまでも12月31日までではなくて、もしかしたら旧暦の2月3日までなのかもしれないですし、そこのところはですねちょっと私はわからないですけれども、まだまだねそういったエネルギーがもうなんていうのかな、安心できるエネルギーっていうのは今後ないんじゃないかなっていう感じですよね。だって2025年から7年の苦難が始まってしまいますので、その中で強く自分の波動をどうポジティブに高く高めていられるかっていうのが大事だと思うので、あまり恐怖ですとか不安に苛まれないように気をつけて過ごしていただければと思います。137話目でした。はい、予言ねいろいろ過去にもありまして、そういえばこの予言ではこういうことを言っていたので、もしかしたら今回言ってたこととつながってくるんじゃないかとか、ジョセフさんが気づいてないところも気づく方々っていうのはいらっしゃると思うんですね。そういったアンテナを持っている方がご視聴者の方にいると思うので、そういったところでもちょっとね自分の考察というのを使っていただきたいですし、あとはいやそんなこと起こらないよ、だってこういうことだもんっていう知識を持っているのであればそれもそれでいいと思います。いろいろね情報精査して素晴らしいことだと思いますので、そういった形で自分の
個人個人のですね人生生活っていうのがとても忙しくて大変だと思いますけれども、やはり世界中日本のみならずみんなつながっていることだと思います。今回の2020年のですねプランデミックで分かったと思うんですけども、やっぱり世界中に同じような価値観ですとか考えが広められるということがすごく可能なことなので、1年以内にそれがね結構完璧なほどまでにできたじゃないですか。それぐらい情報っていうのは影響力があって役立つものだと思いますし、むしろ、ね、武器にもなる怖いものだとも私は思います。なので自分の軸というのをしっかり持って、大自然とつながる自分の、直感能力というのは宇宙とつなげて地球とつなげて、自然につながっていく。そこで受けたインスピレーションをもとに情報精査していただくですとか、そういうことをしていると自分がすっきりするような毎日を過ごすことができると思いますし、また安心をね手に入れることもできると思うんですよ。自分軸があれば無駄にね不安に苛まれない、恐怖に苛まれないで済むと思いますし、そういう強い精神を手に入れることができると思うので、ぜひともですねそういったことに意識を向けていただく方が増えたらというふうに私は切に願っております。私自身もまだまだ未熟なので、そういったことをですね一個でも多く気づけるように、一個でも多くつながれるようにしていきたいなとちょっと試行錯誤しているので、皆さんも一緒にですね楽しく明るく波動を高めて生きていければと思いますので、今後とも予言の方ですねいい情報として取り入れて、マイナスな部分はちょっとねあんまり感情的に受けずにインスピレーション、考えるインスピレーションとして受け止めていただければと思います。はい、今回の動画いかがだったでしょうか。いいなって思っていただけましたらグッドボタンでサポートの方をよろしくお願いいたします。そして予言会138話に続いていきますので、チャンネル登録していない方はチャンネル登録をお願いいたします。そしてベルボタン、鈴のボタンをですねポチッと押していただけますと、不定期で配信している私の配信がですね配信された時にピロッと通知が流れるようになりますので、もし必要であればクリックしておいて見ていただければと思います。皆さんのねそういったクリックとかがですねすごくサポートになるらしいんですよ。アルゴリズムにね刻まれて多くの人に私の動画が広まっていきやすいということらしいので、サポートしたいよという方はチャンネル登録か、LIKE かそういった形でサポートよろしくお願いいたします。それでは今回も聞いていただきまして見ていただきましてありがとうございました。それでは楽しく幸せに暮らしてください。See you next time. Bye bye. Much love.